夫は身勝手な理由で会社を退職し、私からお金をもらうようになっていった。お金を渡すことを拒むと、姉に泣きついて私を責めさせるのだが、ある日、夫のお金の使い道と姉との関係が判明。それから数日後、夫は私のゴールドカードを盗み、姉夫婦と旅行に出かけたのだ。家族、嫁いらずで楽しんでくる。私は夫にゴールドカードを自由に使わせてから、とあるタイミングでカードを停止した。すると、夫と姉が連絡してきて、自分たちが困ってもいいのかと怒鳴り出したのだ。海外に永久に閉じ込めたいとすら思っていた私は言った。はーい、いいと思います。それから私は夫と姉の本性を暴露する復讐計画を実行したのだった。私の名前は持田直子。年齢は31歳で市役所勤務をしており、3歳年上の夫の健吾とマンションで2人暮らしをしている。私たちは3年前に結婚したのだが、その頃の夫は普通の会社に勤めていた。しかし、会社の経営が傾いた頃から、夫は早期退職の対象とされ、プライドの高い夫はそれが我慢できなかったようだ。ある日、帰宅した夫から私は突然言われた。今日で会社を辞めてきた。前から会社の俺に対する態度には我慢がならなかったんだ。こうして急に辞めてやることで反省させてやる。それを聞いた私は言葉を失った。きちんと早期退職の手続きを取れば、退職金も規定通りにもらえるし、次の就職先を探す支援もしてもらえるのに、わざと迷惑がかかるような辞め方で禍根を残して、後々困ることになるとは考えなかったのだろうか。私がそうした心配事を伝えると、夫はものすごく怒って怒鳴り出した。いいか、こうして仕事を辞めてきた俺をこれから支えるのは嫁であるお前の役目だ。そこはしっかりと心しておけ。あなた自身が決めたことにもう口は出さないわ。ただ、これから先どうするつもりかだけ聞かせてちょうだい。すると、夫は言い訳するようにこう言ったのだ。お前だって仕事してるんだから、俺が急いで再就職する必要なんてないだろう。そうだ、俺が仕事をしているお前を支えてやるよ。ありがたいだろ。私を支えてくれるの？家事をしてくれたら嬉しいけど。翌日から夫は不器用ながらも掃除と洗濯をしてくれるようになった。仕事で疲れて帰っても家が片付いて洗濯も終えているので、私は夫に感謝して言った。ありがとう。とても助かるわ。夕食も準備してるぞ。まあ簡単なものだけどな。食材もお金かかるでしょうし、先にお金を渡しておくわね。お、助かるよ。こうして夫が主婦業をしてくれることになり、私は家事の負担が減っていった。ところが、数週間も過ぎると、徐々に夫は家事をやらなくなっていったのだ。食費を渡してもすぐに使い切って請求するのだが、自分の外食に使い込んでばかりで、私の分の食事が準備されることはなくなった。私は夫に改めて話をした。以前、自分は家事をして私を支えるって言ってたのに、最近は全然家事をしてくれないじゃない。私の指摘に、夫は顔を真っ赤にして怒り出した。最初はそう思ってたけどな。俺がお前を支えたら、お前が怠け者になるじゃないか。夫は家事をしなくなった自分のことは棚にあげて、私が怠けたがっていると罵倒したので、喧嘩になってしまった。そして、私と夫の関係は冷え込み、家庭内別居状態となったのだった。私は家事をしない夫に対して生活費を渡すことはやめたが、このマンションは夫の名義なので、
ローン引き落としの口座に家賃分だけは送金することにしたのだ。夫にも多少の退職金や預金もあるだろうし、自分一人だけの生活費は賄えるはずで、それが尽きる前にはさすがに就職してくれるだろうと思っていた。しかし、夫は私が思っている以上にしたたかで、ずる賢い作戦を打ってきたのだ。それは、私の身内に対して私を告発するというものだった。ある日、私の姉のエリナから電話がかかってきた。昨夜、健吾くんがうちに相談に来たのよ。泣いてたわよ。姉によると、昨夜健吾は隣町に住む姉夫婦の元を訪れ、私が一家の財布を握ってお金を渡さないので、自分は満足に食べることもできないと、切々と訴えたのだそうだ。私がとりあえずのあり合わせ物で料理を作ってあげたら、泣いて喜んでたわ。よほど手料理に飢えてたのね。かわいそうに。私の旦那も同情してね。同じ男として、そんな鬼嫁は許せないって言ってるわ。私はなんとか姉に事実を伝えようとこう言った。だって、健吾が自分勝手な理由で仕事を辞めてきて、家事も一切手伝わないし、私のことを怠け者扱いするのよ。すると、姉はこう言ってきた。夫が無職になったら見捨てるの。そんなの夫婦じゃないわよ。あんたって、冷血な人間ね。このことは、実家の父さんと母さんにも伝えてるからね。姉は言いたいことを言って、電話を切った。その後、実家の母から電話がかかってきたが、昔から姉びいきの母は姉と同じ意見で、嫁は夫を助けるべきだと非難された。私より5歳年上の姉のエリナは、小さい頃から可愛らしい容姿で、両親のお気に入りだった。学生時代には雑誌の読者モデルもしていたほどで、高校卒業後はしばらくモデル業をしていた。一方の私は、高校卒業後は渋る両親にお願いして、公立の大学に行かしてもらった後、公務員試験に合格して市役所勤務に就いた。その頃の姉は、モデルとして華やかな仕事をしていて、両親はそんな姉を自慢にしており、私の大学卒業や就職に全く興味がない様子だった。そんな姉も、みそじを過ぎると容姿でちやほやされることもなくなり、モデルの仕事もなくなった。実家でゴロゴロしていた姉だったが、私の結婚が決まると、妹が先に結婚するのは外分が悪いと両親に訴えてきたのだ。すると両親から私に対して、姉が結婚相手を見つけるまでは式を挙げないようにと言ってきた。当時付き合っていた夫は、うちの両親の言い分に少し驚いていたが、こう言った。エリナさんは美人だし、すぐに結婚相手は見つかるさ。果たして夫の言う通り、姉は数ある男友達の中から結婚相手を決めてきて、地元で華やかな結婚披露宴を開催した。元モデルだけあって、衣装映えもして、両親は大喜びだったが、その披露宴はだいぶ予算オーバーしたとかで、両親から私の結婚式に出す資金はないと言われたのだ。幸い私は貯金もしていたし、新婚旅行先で低予算のリゾートウェディングを挙げたのだが、そんな私の結婚式を姉や両親は地味で見応えがないと言った。そんな家族だったので、姉のエリナの意見が一番に通ることを私の夫も十分に認識していたのだ。帰宅した夫は姉や母に責められて生活費を渡した私に対して得意げな顔をしてこう言った。エリナさんとお前は本当大違いだな。見た目も心の広さも全然違うよ。あっちの家庭は温かみがあったぞ。子供たちも可愛いし、旦那さんが大事にされていたしな。姉には子供が2人いて、
3歳と2歳のやんちゃ盛りなのだが、たびたび実家に子供たちを預けているので、子守に疲れた両親が私に姉の育児の手伝いのため退職を迫ったことがあった。もちろんきっぱりと断ったが、そうしたいきさつから姉の子供を可愛いとも思えず、育児に非協力的な義兄にも違和感を抱いていた。そんな家族を温かみがあると評する夫の感覚に、私はしらけた気持ちになるだけだったのだ。そんなある日、とあるレストランの前を通りかかると、夫と私の両親、姉夫婦とその子供たちがテーブルを囲んで食事をしているところを見かけた。その日、私は残業で遅くなることを夫に伝えており、夫は私から5万円の食費を受け取っていた。食費は大事に使ってほしいのに、こんな食事会に参加したら数千円は払うことになると、私は心配になった。どうやらすでに食事を済ませたらしく、皆は帰り支度を始めた様子だったが、夫が伝票を持って会計に向かう仕草に私は愕然とした。夫は自分の財布から数枚のお札を出して会計を済ませ、姉夫婦や私の両親からお礼を言われて得意そうにしている。ショックで私が固まっていると、さらに恐ろしい光景が私の目に飛び込んだ。両親や義兄と子供たちが先に店を出ると、後ろを歩いていた姉と夫が手をつなぎ、指を絡めていたのだ。彼らが通り過ぎた後、しばらく私は放心状態でその場に佇んでいた。分かったことは、夫は私からもらったお金を姉夫婦や両親と一緒に使っていることと、夫と姉はただならぬ関係にあるということだった。それから数日後、夫は再び私に10万円ものお金を要求してきたが、きっぱりと断ると、夫は苦々しい顔でぷいっとそっぽを向いて出かけていった。やがて予想通り姉から電話がかかってきたのだ。直子、あんたの取り柄なんて給料もらってるくらいなんだから、ちゃんと健吾君にお金出しなさいよ。私は腹立たしい思いを抑えていった。姉さん、今健吾と一緒にいるの？すると姉はしばらく黙り込んだ後に言った。え？ああ、さっきまで一緒だったけど、とにかくちゃんとお金出してよね。そう言って姉が電話を切って間もなく、私のスマホにメールが届いた。それは私が夫の素行調査を依頼した更新所からで、送られてきた写真と動画には夫と姉が腕を絡めてホテルに入る様子が映っていたのだった。夫と姉の浮気が確定した今、姉がやけに夫の肩を持った理由もはっきりした。おそらく姉は夫を通して私からお金を引き出せることに味を占めてしまったのだ。しかも外食に誘うことで両親まで味方に引き入れて、夫が私のお金を使えるように協力している。私はつぶやいた。ここまでバカにされて黙ってると思ったら大間違いよ。夫の浮気の証拠をどうやって突きつけてやろうかと数日思案していたところ、夫が想像以上のことをやらかしてくれた。金曜日の朝に普段通りにバッグを持って出勤しようとしたところ、財布の様子に違和感を覚え、気になって中を見てみると、クレジットカードがなくなっていた。そのカードはゴールドカードでタッチ決済ができるようになっており、支払い時に暗証番号の入力は不要なやつだった。私の頭には当然ながら犯人として夫の姿がよぎり、すぐに電話をかけた。すると夫が驚くべきことを言ったのだ。おー、ちょっと借りただけだ。俺たち海外旅行に行くからさ、火曜日には帰るよ。海外？俺たち？エリナさんと旦那さんと一緒に韓国旅行さ。家族、嫁いらずで楽しんでくる。そう言うと夫は
一方的に電話を切った。私はすぐさまクレジットカードを停止しようと思ったが、はたと思い直してそのままにしておくことにしたのだった。翌日の土曜日と日曜日は休みだったが、両親から電話やメールがひっきりなしにかかってきた。どうやら姉夫婦は子供を両親に預けているらしく、子守りをしに来いとの催促だったが、とある準備に忙しい私は完全に着信拒否にした。そして月曜日の朝、私はクレジットカードの停止処置をカード会社に依頼したのだった。やがて私の携帯には何度も夫や姉から着信が入ってきた。昼休憩の時間に姉からの電話に出るとこう言ってきた。あんたのクレカが使えないのよ。ちょっと確認してちょうだい。私は言った。いや、使用停止したわよ。無断で持ち出されたのだから当然よ。すると姉は焦った声でこう言ってきた。はあ？それじゃ困るけど、自分の夫を困らせていいと思ってるの？はーい、いいと思ってます。そう言って私は電話を切った。すると今度は夫から着信が入った。おい、今すぐクレカを使えるようにしろ。俺たちレストランで支払えなくて、今従業員に囲まれてるんだ。これじゃ明日のチェックアウトもできないし、帰りの飛行機代も支払えない。一気にまくし立てる夫に私は言った。無断で人のクレカを持ち出していつまでも使えると思ったら大間違いよ。嫁のクレカは俺が使って当然だ。大体お前ごときがゴールドカードなんて宝の持ち腐れだ。これ以上話していても拉致が開かないと思った私は通話を切って再び着信拒否にした。就業後にスマホをチェックすると見慣れない番号からの着信があった。それは義兄からの着信で、私は電話に出ることにした。すると義兄は私にこう言ったのだ。この旅行の費用は慎吾くんが持つ約束だったのに、急に支払えないと言って仕方なく俺のカードで支払ったんだ。弁償してほしい。私は冷たく言い返した。それって慎吾との約束ですよね。私は何も聞いていませんよ。それに自分の旅費を無職の人間に支払わせるってどういう感覚なんですか？それは、これまでも慎吾くんはたびたび俺たちにおごってくれてたし、そういうものかと思って。私の正論に義兄が口ごもり始めた。私はスマホを操作しながらこう言った。それに、もう慎吾とは夫婦ではなくなる予定です。今からショートメールに写真を添付して送りますから、それを見て今後のことをそちらで話し合ってください。私は姉と夫がホテルに入る浮気証拠の写真を義兄に送信して電話を切った。私は長いため息をついてつぶやいた。はあ、やっと終わった。今頃修羅場ね。ざまあ見ろだわ。翌日、義兄から連絡があり、姉と夫を残して自分だけ帰国したとのことだった。昨夜は義兄に浮気の証拠を突きつけられた姉と、その相手である夫との三つどもえの醜い争いが繰り広げられたらしい。義兄は帰国後に子供たちを自分の実家に連れて行き、その時に姉の浮気のことを両親に伝えたそうだ。姉と夫はこうして海外に閉じ込められる結果になったのだが、さすがにお互いの両親に助けを求めて送金してもらって帰国の途に就いたとのことだった。帰国した夫はマンションから私の荷物が消えて、記入済みの離婚届が置いてあるのを見て連絡してきた。おい、離婚ってなんだよ。まさか本気じゃないだろ。本気に決まってるでしょ。妻の姉と浮気したり、私のクレカを盗んだり、完全に離婚案件でしょ。
絶対に許さないわよ。そんな。絶句する夫の電話を切って、今後は弁護士を通してのみ連絡することにした。実は、この週末に夫たちにクレカを使わせて遊ばせている間、私は荷物の引き上げと弁護士探しに奔走していたのだ。夫と姉に対して浮気の慰謝料を請求したところ、両親に身内から金を取るのかと責められたので、私はこう言った。その言葉、そっくりお返しします。そう言うと、心当たりのある両親は黙り込み、もう私を非難することはなくなった。こうして私は夫に230万円の慰謝料を支払わせて、協議離婚を成立させた。姉には90万円の慰謝料を請求することにしたが、これは両親が肩代わりしてくれた。おそらく、夫と姉は義兄からも慰謝料請求されるらしいが、それはもう私には関係ないことだ。弁護士によると、元夫はやっと働き始めたとのことで、今はマンションのローン返済に必死になっているとのことだった。姉は実家に転がり込んで、お金のことで両親との喧嘩が絶えないらしい。二人の関係がどうなったかはわからないが、金の切れ目が縁の切れ目というところだろう。私は再び独身に戻り、仕事を続けながら、今は実家とは距離を置いた生活をしている。寂しさより安心感と解放感の方が大きく、これまで我慢に我慢を重ねた自分の人生をやり直す時がやっと訪れたんだと思えたのだ。